みんな、こんにちはなのだ。動画ナビゲーターのずんだもんなのだ。今日は、緑豊かな美しい国、アイルランドを紹介するのだ。実はなのだ、みんなが毎年楽しんでるハロウィン。あれってアメリカのお祭りだと思ってる人、多いんじゃないかな。でも本当は違うのだ。ハロウィンはなんと、アイルランドで生まれたお祭りなのだ。もともとは秋の収穫を祝って、悪い霊を追い払うための儀式だったらしいのだ。びっくりなのだよね。もしこの動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録もぜひお願いするのだ。今日はそんなアイルランドのニュースだけじゃなくて、世界中の注目ニュースを全部で5つお届けするのだ。中でも特に注目なのが、今日紹介する1つ目のニュースなのだ。アラスカでの極めて生産的な会談後も、トランプとプーチンはウクライナ和平合意に至らずという記事なのだ。アラスカでトランプ大統領とプーチン大統領がウクライナの平和について話し合ったのだ。この会談はとっても生産的って言われたけど、残念ながらウクライナの停戦合意には至らなかったのだ。トランプ大統領はロシアに新しい制裁を科すぞって以前は言ってたんだけど、会談の後にはその脅しを引っ込めちゃったみたいだね。会談はだいたい3時間くらいで終わっちゃって、予定されてた昼食会もなかったのだ。メディアへのコメントも短かったんだ。でも、両方のリーダーは、なぜかこの会談が成功だったってアピールしたのだ。トランプ大統領は、たくさんの点で合意できたけど、まだいくつか残ってるのだ。でも、合意にたどり着く良いチャンスがあるのだ。って言ってたよ。プーチン大統領は、この会談はウクライナ問題の解決や、ロシアとアメリカの関係を再構築するための出発点だって強調したのだ。彼は、もっと早くウクライナ紛争を終わらせられるはずだって信じてるみたいだね。トランプ大統領は、ウクライナのゼレンスキー大統領とヨーロッパの国々に、ロシアとの戦争を終わらせるために合意するのだ。って強く促したのだ。彼は以前、もし停戦できないならロシアはとっても厳しい経済的な結果に直面するぞって警告してたんだけど、会談後は今は考えなくていいのだって言ったんだよ。プーチン大統領はウクライナの5つの地域をロシアが永久に支配することと、ウクライナが NATO に入らないこと、これがロシアの正当な要求なのだって繰り返したのだ。彼は、ロシアとアメリカは平和を作る側で、ウクライナやヨーロッパの首都が、せっかく始まった進展を邪魔しないのだって期待してるみたいだね。会談の後、トランプ大統領はゼレンスキー大統領と長い電話で話したし、NATO のリーダーたちとも会談内容を伝えたのだ。ゼレンスキー大統領は、すぐにワシントンへ行くことになったのだ。これでウクライナに平和が訪れるといいな、なのだ。というわけで、今回も一緒に世界のニュースを見ていくのだ。ヨーロッパの西の果て、大西洋に浮かぶ緑豊かな島、アイルランドについてご紹介するのだ。通称、エメラルドの島と呼ばれるこの国は、その名の通り鮮やかな緑に覆われた美しい景観が特徴で、首都は陽気な雰囲気に満ちたダブリンなのだ。アイルランドは、かつては隣国の影響を受けていたけれど、20世紀に独立を果たし、現在は議会制共和制のもと、EU の一員として国際社会で活躍しているのだ。人口は約500万人と決して多くはないけれど、世界に大きな影響を与えてきた国なのだ。アイルランドの文化は、ケルトの豊かな伝統に彩られているのだ。心躍るアイリッシュミュージックやダンス、神秘的な神話、そしてジェームズ、ジョイスや W.B. イエイツのような多くのノーベル文学賞作家を生み出した文学の国としても世界的に有名。地元のパブでギネスビールを片手に、アイルランドの温かい人々と語り合うのも、この国ならではの楽しみなのだ。主要産業では、近年目覚ましい経済成長を遂げていて、IT、製薬、バイオテクノロジーといったハイテク産業が非常に盛んなのだ。多くのグローバル企業が拠点を置き、ヨーロッパのシリコンバレーとも呼ばれるほどなのだ。
現在注目されているトピックとしては、好調な経済成長に加え、地球環境問題への意識も高く、再生可能エネルギーへの積極的な取り組みが進められているのだ。歴史と自然、そして最先端が融合した魅力あふれる国、それがアイルランドなのだ。一つ目のニュースなのだ。アラスカでの極めて生産的な会談後も、トランプとプーチンはウクライナ和平合意に至らずという記事なのだ。アラスカでトランプ大統領とプーチン大統領がウクライナの平和について話し合ったのだ。この会談はとっても生産的って言われたけど、残念ながらウクライナの停戦合意には至らなかったのだ。トランプ大統領はロシアに新しい制裁を科すぞって以前は言ってたんだけど、会談の後にはその脅しを引っ込めちゃったみたいだね。会談はだいたい3時間くらいで終わっちゃって、予定されてた昼食会もなかったのだ。メディアへのコメントも短かったんだ。でも、両方のリーダーは、なぜかこの会談が成功だったってアピールしたのだ。トランプ大統領は、たくさんの点で合意できたけど、まだいくつか残ってるのだ。でも、合意にたどり着く良いチャンスがあるのだ。って言ってたよ。プーチン大統領は、この会談はウクライナ問題の解決や、ロシアとアメリカの関係を再構築するための出発点だって強調したのだ。彼は、もっと早くウクライナ紛争を終わらせられるはずだって信じてるみたいだね。トランプ大統領は、ウクライナのゼレンスキー大統領とヨーロッパの国々に、ロシアとの戦争を終わらせるために合意するのだって強く促したのだ。彼は以前、もし停戦できないならロシアはとっても厳しい経済的な結果に直面するぞって警告してたんだけど、会談後は今は考えなくていいのだって言ったんだよ。プーチン大統領はウクライナの5つの地域をロシアが永久に支配することと、ウクライナが NATO に入らないこと、これがロシアの正当な要求なのだって繰り返したのだ。彼はロシアとアメリカは平和を作る側で、ウクライナやヨーロッパの首都がせっかく始まった進展を邪魔しないのだって期待してるみたいだね。会談の後、トランプ大統領はゼレンスキー大統領と長い電話で話したし、NATO のリーダーたちとも会談内容を伝えたのだ。ゼレンスキー大統領はすぐにワシントンへ行くことになったのだ。これでウクライナに平和が訪れるといいなのだ。二つ目のニュースなのだ。うんざりする茶番劇。トランプのレッドカーペットで国際的孤立を脱するプーチンという記事なのだ。ねえねえ、聞いてほしいのだ。ドナルド、トランプ大統領とロシアのプーチン大統領がウクライナの戦争を終わらせるためにアラスカで会談をしたのだ。トランプさんの平和協定を結ぶのだっていう約束がきっかけだったらしいのだ。だけどね、会談はたったの5時間で終わっちゃったのだ。結局、何の合意もできなかったのだ。トランプさんは大きな進展があったのだって言ったけど、プーチンさんは全然何も譲らなかったのだ。まるで昔の超大国同士が形だけの共同記者会見をしたみたいだったのだ。この会談で、プーチンさんは国際的な罪の意識から解放されて赤絨毯の上を堂々と歩いたのだ。ウクライナの人々にとっては、この光景は本当に胸がムカつくものだったと思うのだ。アメリカの議員さんからも、なんで戦争犯罪人って呼ばれているプーチンさんをこんなに丁重に迎えるのだ。どういうメッセージなのだって心配の声が上がっていたのだ。ウクライナのゼレンスキー大統領はね、戦争はまだまだ終わらないのだ。交渉の日にも人が殺されているのだって強いメッセージを送っていたのだ。本当に一日も早い停戦が必要なのだって言っていたのだ。プーチンさんはウクライナのことを兄弟国だって言いながら、戦争の根本的な原因を取り除くべきだって主張したのだ。でもその表情には何の感情もなかったのだ。トランプさんは会談後、なんだかとても疲れているように見えたのだ。結局
この会談でウクライナの領土が勝手に決められちゃうようなことはなかったのだ。でもプーチンさんの攻撃は制裁や報復を受けることもなく、これからも続いてしまいそうなのだ。アメリカが約束していた厳しい結果も今のところは見えないのだ。だから残念だけどウクライナの戦争はまだまだ終わりが見えないのだ。なんだかモヤモヤするのだ。3つ目のニュースなのだ。匿名の電話がモリーとトム・マーテンスをジェイソン・コーベット殺害で有罪に導いた経緯という記事なのだ。2015年、アイルランド人ジェイソン・コーベットさん39歳がノースカロライナ州の自宅で妻モリー・マーテンス31歳と元 FBI 捜査官の父トム65歳に撲殺された事件なのだ。マーテンス親子は当初自衛を主張したのだけど、現場の結婚の悲惨状況や凶器の野球バットとレンガが不自然で、捜査官たちはすぐさま疑念を抱いたのだ。特にトムは重要な仕事があるにもかかわらず、急に長距離移動して訪問したり、孫へのお土産が不自然だったり、怪しい行動が多かったのだ。2017年に親子は第2級殺人罪で有罪となり、禁錮刑が言い渡されたのだけど、2021年の控訴審で判決が破棄され、2023年には司法取引に応じてトムは有罪、モリーは不公訴の嘆願をし、わずか7ヶ月の刑期で2024年6月に釈放されたのだ。法的には終わった事件だけど、多くの疑問が残っていたのだ。事件から12日後の2015年8月14日、捜査を大きく動かす匿名の電話がデビッド・グライス保安官補の元に入ったのだ。身元は明かせないけど、トムの電話記録を見るべきだと告げるその電話は、マーテンス親子の訪問が突発的なものではないこと、トムがモリーの問題で仕事を休んだこと、そしてトムが義理の息子であるジェイソンを憎んでいたと職場の同僚に話していたことを示唆していたのだ。この情報をもとに捜査官はトムの同僚12人に聞き取り調査を行ったのだ。同僚たちはトムがジェイソンをろくでなしの義理の息子と呼び、嫌悪感をあらわにしていたと証言したのだ。またトムが冷静で感情的ではなく、ルールと事実に動かされるタイプ計画的で人を操る性格だと語られ、急なディナーキャンセルは彼らしくない行動だと分かったのだ。さらに殺害直前のマーテンス親子の電話記録を調べると、事件当日モリーからトムへ電話があり、その後トムはジェイソンに4回も電話をかけ、留守電メッセージを残していたのだ。モリーと母親シャロンの間でも複数回電話が交わされていたのだ。捜査官たちはモリーが実子を持てないことや、ジェイソンが彼女の元を去ろうとしていた可能性から、モリーがパニックになり両親を呼び寄せたのではないかと推測したのだ。殺害後、モリーはジェイソンの子供たちの親権をめぐって争ったのだけど、最終的に子供たちはジェイソンの姉に引き取られたのだ。この匿名の電話が警察が事件の真相に迫る決定的な手がかりとなり、マーテンス親子の有罪に大きく貢献したのだ。事件の多くの謎がこの電話によって解明されていったのだ。真実を求める心が匿名でも大事な一歩になったのだ。4つ目のニュースなのだ。アイルランドでは誰もルールを守らないから快適な生活ができない。帰国した移住者の声という記事なのだ。アイルランドでは2024年4月までの1年間で3万人以上の市民が海外から故郷へ帰ってきたのだ。でも彼らが戻ったアイルランドは離婚や同性婚、中絶の合法化、経済の変動、移民の増加、住宅危機、コロナの影響などで大きく変わっていたのだ。ロンドンからウォーターフォードに戻った39歳のケイト・グリーソンさんは、以前は LGBTQ+ として生きにくかった場所が今ではより安全だと感じているのだ。でもロンドンでの匿名性や人間関係の希薄さには戸惑いがあるのだ。昔のコミュニティ精神が薄れ、近所付き合いも変わったと感じているのだ。さらに
医療費や住む場所を見つける難しさも課題なのだ。25年ぶりにコークへ帰ってきた51歳のアラン・グリーソンさんは、故郷が活気に満ちた国際的な都市になったことに驚いているのだ。レストランの選択肢も増えたのだ。でも、コミュニティの絆は以前ほど強くないと感じているのだ。学校や住まい、仕事の手配など、帰国後に多くの隠れた手続きがあることに苦労したけれど、帰ってこられて嬉しい気持ちなのだ。パキスタンで33年間宣教師をしていた78歳のレベッカ・混乱修道女は、浦島太郎のように故郷アイルランドの激変に驚いているのだ。特に、若者が教会から離れて信仰が薄れていることを悲しく思っているのだ。移民問題にも複雑な感情を抱いているけれど、困難な状況の中でも人々と寄り添って生きていくことが大切だと考えているのだ。そして、オーストラリアから帰国した40代のブレダさんは、アイルランドは誰もルールを守らないから良いものが持てない、と厳しく語るのだ。医療や住居へのアクセスが難しく、コネがないと生活が困難だと感じているのだ。オーストラリアでは普通だったことが、アイルランドではそうではないことに直面し、文化的にオーストラリア人になっていると感じているのだ。海外から帰国する人々は、故郷が大きく変わったことに驚き、新たな生活に適応するために様々な困難に直面しているのだ。でも、帰国を後悔しているわけではないようずんだもん。帰国前に、お試し、期間を設けたり、仕事や家族、友人とのネットワークを頼りに準備を進めたりすることが大切だと専門家はアドバイスしているのだ。故郷は居心地が良い場所であると同時に、変化を受け入れ、新たな関係を築く努力が必要なのだ。5つ目のニュースなのだ。州を突きつけられたアイルランド人 GP が語るカタール富裕層を見た壮絶な歳月という記事なのだ。アイルランドの医師カディ・ダバーン先生がカタールでの恐ろしい体験を語ってくれたのだ。王族の医療チームで働いていた先生は、ある日、患者さんに突然銃を頭に突きつけられたのだ。怖くて体が凍りつき、殺されるかと思ったらしいのだ。先生にとって、カタールでの8年間で一番辛い出来事だったのだ。ダバーン先生は、経済的な理由で2014年にカタールへ渡ったのだ。王族や VIP の特別な医療を担当するチームに入ったのだ。でも、そこでは倫理的に問題のある医療行為が何度もあったのだ。例えば、薬物依存の患者さんに、上司から強力な鎮痛剤を処方し続けるよう指示されたりしたのだ。さらに驚きなのが、政府を批判する SNS 投稿をしたとして、医学的には問題ないのにリハビリ施設に3年間も不当に拘束された女性患者さんがいたことなのだ。ダバーン先生は彼女の自由が奪われていることを深く案じていたのだ。人権研究者も、カタールは民主主義の国じゃないから、権力に近いほどルールが無視されることがある、と指摘しているのだ。ダバーン先生は、他にも移民労働者の扱いや、同性愛の犯罪か、女性の権利問題にも心を痛めていたのだ。特に、婚外妊娠の疑いで逮捕されそうになった女性を、パスポートを取り戻してあげるなど親身になって助けたのだ。先生は、もし自分の娘だったら、誰かに助けてほしいと思うだろう、と話しているのだ。金銭的な理由でカタールをすぐにはやめられなかったけど、父親の死をきっかけに2021年に帰国したのだ。しかし、帰国後も2022年のサッカーワールドカップの広告を見ると、カタールでのトラウマが蘇り、PTSD と診断されたのだ。うつ病や不安に苦しみ、お酒を飲んだ時には、過去の同僚にひどいメッセージを送ってしまったこともあるのだ。今は深く後悔しているのだ。ダバーン先生は、この経験を通して、国際的な医師たちにカタールの実態を知ってもらい、人権問題にも警鐘を鳴らしたいと思っているのだ。こんな辛い体験は、他の人にはしてほしくないのだ。魅力あふれるアイルランドの紹介から、世界の複雑な動き、胸に迫る出来事、社会の大きな変化まで、今日はいろいろなニュースがあったのだ。ズンダモンは、
これらの出来事を通して、みんなと一緒に世界のことや人の心について深く考えることができたのだ。これからもいろいろなことに興味を持って一緒に学んでいくのだ、なのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。